悲願の J2 優勝、J1 昇格を果たした FC 町田ゼルビア。就任1年目で結果を残した黒田剛監督が、自身が監督キャリアを築いた青森への感謝を口にしました。青森山田高校を名門校に育て上げ、青森山田中学校を含めて6年間育てた選手が多くプロ選手になっている実績もある黒田監督。初めてプロを指揮したのが今シーズンの町田でした。監督が変わればチームも変わる、その事実を確かな結果によって実証した黒田監督の手腕と思いを選手に伝える、その言葉のセレクトの極意について見ていきます。黒田剛監督は1970年生まれ、大阪体育大学体育学部卒業後、一般企業を経て1994年に青森山田高校サッカー部コーチ、翌年監督に就任しました。以後全国高校サッカー選手権26回連続出場、3度優勝。2023年より FC 町田ゼルビアの監督に就任したばかりです。2023明治安田生命 J リーグ月間優秀監督賞も複数回受賞しています。シーズン開幕前はその手腕に懐疑的な目が向けられていた中で、シーズン序盤から結果を残し、第2節から6連勝を記録。その後も安定した戦いを続けた町田、長らく首位を走り独走状態となっていました。その町田は10月22日に行われたアウェーでのロアッソ熊本戦で悲願の J1 昇格を決めると、28日に行われた清水エスパルス対ロアッソ熊本の試合で2位の清水が敗戦、2試合を残し勝ち点差が8のままとなり、町田の J2 優勝も決定していたのです。昇格と優勝が決定した中で迎えた10月29日の第40節津英元金沢戦。試合は3分にアンダー20に日本代表フォワード平川優選手がゴールを決めて先制すると、この1点を守りきり 1-0 で勝利しました。ホーム最終戦を勝利で飾り、優勝と昇格に花を添えたのです。試合後に黒田監督は高校生とプロの違いについて言及しています。そして就任当初から批判的な声を見返したいと思っていたとし、教員として高校生相手に28年間指導を続けたことが生きたと語りました。自分の中では高校サッカーの中である程度のところで結果は出しましたが、そこで積み上げたこと、経験したことがプロの世界で通用するかどうかは私自身も不透明であったし、力や通用するかしないかを疑う意見も多かったです。逆にそれが私のモチベーション、パワーとなり、何が何でも見返してやろう、結果を出してやろうという気持ちにさせてくれたのも、青森山田で監督としてやってきた28年間があったからこその気持ちだったと思います。この間、教員としてやってきた分、人に伝えること、選手たちに実践させることというのは改めてプロになっても通用するんだと感じ取れましたし、選手たちがその言葉を理解してすぐに実践してくれたこと、そこが今年1年の成果になったと思います。教員を含めて28年間、講師を入れれば29年間になりますが、青森山田で諸先生方にいろいろなことを教わり、いろいろな経験、体験をさせていただいたこと、その力がこうした結果がもたらせたと言えるので、本当に感謝したいと思いますと青森山田高校に感謝の気持ちを述べています。自身が積み上げたことを結果として残せた黒田監督、選手たちがついてきてくれたことももちろん大きいと言います。この町田には自身が青森山田で指導したバスケスバイロン、藤原雄大、宇野禅斗が所属しています。彼らへの親心があるとしながらも、プロと高校生との関わり方は違うと改めて感じたといいます。サッカーというものを職業としている選手ですから、育成年代とは違って守るべき家族がいたり、自分の人生をかけて飛び込んだ職業なので、選手たちに寄り添いながら彼らをリスペクトしながら接していかなければいけない。言葉もかなり選びましたし、寄り添い方も高校生とは全く違うなと。高校生ほど一つの指示に対して反応が大きくあるわけではないですけど、高校生と違うのはしっかりと理解して即座に実践してくれること、ピッチ内で言われたこと、求めていることをしっかりやってくれることは、高校生の理解力ではなく大人、プロ選手だなと実感しました。卒業生3選手については、私がここに来るまでの間
各チームでそれぞれ頑張っていたところはあったと思いますが、彼らに対しても何歳であろうと高校生のような扱いはできないですし、一人のサッカー選手として接してきたという自負はあります。その中で3年ないし6年間見てきた選手が3人いるわけですから、親心ではないですが、そういったものを持ちながら歩み寄りながらこそっとアドバイスをしながらというのはあったと思います。彼らもこういった優勝を経験して青森山田で優勝してきたことがよみがえったでしょうし、来年 J1 というステージでまたはそれぞれの道の中でこの経験を生かしてさらに成長してくれることを恩師として願っています。違いを感じながらもそれをプラスに変えていった黒田監督。最後に自身が指導者として成長した青森県の人々に、29年前になりますけども、右も左も分からず出身地の札幌の地から青森に飛び込みました。その中でもちろん苦労しましたし、18人の部員からスタートしましたけど、自分の中でまさかここに立っているなんて想像できませんでした。いろいろな先生方、いろいろな取り巻きの中で育てていただき、経験させていただき、何よりも可愛い教え子たちと出会い、そこで培ったこと、学んだことはたくさんあります。それが大きく言えば30年のこの歴史の中で学んだこと、経験したことがこの1年に集約されたことになりますし、その経験したことがこの1年 FC 町田ゼルビアにうまく還元できたとも思うので、この30年は無駄じゃなかったですし、青森から応援してくれる方々がいたことがこの結果につながったと思うので、本当に感謝していますと感謝の気持ちを伝えました。 FC 町田ゼルビアは東京都の南西部、人口約40万人の町田市を拠点としたプロサッカーチームです。そして昨シーズンの50失点の J2 町田をたった数ヶ月で再生させた黒田監督。そこには独自のリーダー論、Z 世代とのコミュニケーション術、そして組織再生術など多くのビジネスパーソンにとっても示唆が隠されているようです。中心になるのは黒田剛監督の原理原則の徹底です。黒田監督は青森山田高校のサッカー部監督を務めた28年間に3度の高校サッカー選手権優勝を含め計7度にわたり日本一のタイトルを獲得。また人格者としても知られ、監督を慕って全国から多くの選手が入部してきます。その中から柴崎岳や松木玖生など世界で通用する選手を生んできました。まさに名将の称号にふさわしい監督と言えます。その高校サッカーの名将が2022年 J リーグの監督に挑戦することが決まり、大きなニュースとなりました。先に申し上げましたように、当初は高校とプロではレベルが違う、 J リーグを甘く見ているなど批判的なコメントや SNS の書き込みもありましたが、開幕戦から6連勝、特筆すべきは第16節を終えて7失点というリーグ最小失点。昨シーズンは50失点でリーグ15位という低迷で終わっているゼルビアの守備力は今季大きな変貌を遂げたのです。黒田監督はどうやって短期間で組織を蘇生させたのでしょうか。第16節を終えた時点で黒田監督は J2 リーグは全22クラブそれぞれホーム&アウェーで戦うので、全42試合という長丁場です。私たちはまだリーグ戦を一巡していないため、全てのチームの特徴を網羅しているわけではありません。しかし約30年に及ぶ試合の中で得た監督経験を生かし、少しずつ攻守ともに戦術を浸透させながら試合に臨んでいます。まず昨シーズンの50失点を全て見返して、チームの悪い習慣を細部にわたり考察し、ある程度改善できたことが大きいですと語りました。昨年の50失点の全てのシーンをチェックしたというのです。今やっていることが J1 で通用するかどうかは別の問題として、今の J2 では自分なりの分析で失点を振り返ることにより、プロ選手なのに高校生よりも周知されていない点、いわゆる基本的なプレーが徹底されていない点が多く見受けられました。指導の過程で高校生でもプロ選手でもマネジメントの方向性は同じだという私自身の気づきもありました。プロだからこそやりきれていないことがあったり、緩いトレーニングが習慣化していたり、人によってはプレーに対する態度が横柄になっているところもあったといいます。またプロという根拠のないプライドが邪魔をして、
基本的なことを習得する柔軟性や思考力が欠落している状態も見受けられたと断言しています。そこで開幕までの合宿中には昨シーズンまで確立されていなかったことを細かく分析し、改めてサッカーの基本的な部分にチーム全体を向き合わせました。公式戦が始まるまでの6試合のトレーニングマッチでは鹿島アントラーズなど J1 を含めた全てに勝利することができました。 J1 に勝てる、そのことで選手たちは原理原則に立ち返り、実践し続けることで負けないチームになるかもしれないと少しずつでも感じるようになってきたと語ります。その結果として選手たちが気づきます。失点しないことが勝利するためには重要であることを改めて実感し、チーム内で共通の感覚が生まれました。そんな共通認識がチームの基盤を作り上げていくための重要な要素となっています。最初は選手たちも半信半疑だったと思います。しかし FC 町田ゼルビアの選手たちは違っていました。幸いにも FC 町田ゼルビアは誠実に取り組む選手たちが多く、誰一人曲がった選手はいなかったため、チーム全体が基本的なことを徹底できるチームになっています。加えてプロ選手であることと勝つ意識を持つことは全く別であると語ります。ビジネスも同じだと思いますが、勝つことは偶然もありますが、勝ち続けるためには根拠に基づいた動き方をしないといけません。勝ち続けるチームになるためには何をどれくらいこだわっていくかが大事になるのです。またこれまでの指導を通して指導者として伝え方の重要性を痛感していると語ります。例えば元日本代表で今季現役引退を表明した太田康介選手がいろんな監督を見てきたが、ここまで言語化できる人は初めてと語っていました。その伝え方は監督の中でどのように培われたのでしょうか。大阪体育大学卒業後は一時ホテルマンをして、その後に北海道で教員となりましたが、教育者をやったことによって伝えることの大切さを自分なりに痛感しました。それは私の高校時代のサッカー部の監督が口下手な方で、もっとこういう風に言ってくれたら分かりやすいのにななど、伝え方の重要性について感じていた自分がいました。だから自分が伝える時には聞く人の立場を想像して、こう伝えたら理解しやすいだろうなという思考で言葉を選んで話しています。指導者が伝え方を熟知しているかどうかによって周りの人たちの動きやすさが格段に変わってきます。黒田監督は30年間の指導経験で、それが分かっているからこそロジカルな伝え方に重きを置いているのです。さあいよいよ来シーズンは J1 です。先日 FC 町田ゼルビアは黒田剛監督と契約を更新し、2024シーズンも引き続きトップチームの監督として指揮を執ることで合意しました。黒田監督は来季も FC 町田ゼルビアの指揮を取らせていただくことになりました。 FC 町田ゼルビアの一員としてクラブの発展に携われることを心から光栄に思います。 J1 で挑戦できることに感謝するとともに、これまで以上に勝負にこだわり挑みます。町田市民43万人、そしてファンサポーターの思いを背負い、チーム一丸となって邁進していく姿を見せられるように頑張ります。ぜひスタジアムで応援していただきたいです。来シーズンも共に戦いましょうとコメントしています。来年の FC 町田ゼルビアの活躍に目が離せませんね。これでお話は終わりです。この動画がなかなか良いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。